こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、担任の子ども理解度チェックリスト全10問、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。教師が子どものことを理解しているかどうかってこれめちゃくちゃ大事じゃないですか。生徒指導は児童生徒理解に始まり児童生徒理解に終わるなんていう名言を聞いたことある人も中にはいるかもしれませんけれども、子どものことを教師が知ってるかどうかってめちゃくちゃ大事なんですよね。でも知ってるかどうかの指標ってあんまり分かんないじゃないですか。ということで今日はですね、僕が独断と偏見で担任の先生が子どものことをきちんと理解できてるかなどうかなっていうチェックリストを作ってみました。僕自身が大切にしていたことや、僕はあんまりうまくできてなかったんだけれども同僚の先生がすごく上手にやっていたよっていうところなんかをいろいろ加味して全部で10問のチェックリストを作ってみましたんで、半分真面目に半分エンタメだと思って気軽にですねトライしてみてもらえたら嬉しいなというふうに思います。この動画最後までご視聴いただければあなたの子ども理解度が手に取るよりわかるかもしれませんので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。それでは早速やっていきたいと思います。今から10個ねトントントンと紹介していきたいと思いますけれども、回答はですね3段階でいいかなというふうに思います。よくできてるよ、あんまりできてないな、大体できているかな、3点2点1点ぐらいの感じでねイメージしてもらえたらいいかなっていうふうにトライしてみてもらえたらいいかなというふうに思います。だから10もあるのでマックス30点満点ということになりますね。それではやっていきましょう。まず第1問、1つ目、子供の名前を全員漢字で書けるっていうことですね。何それ、そんなの児童生徒理解に入るのっていうふうに思われるかもしれませんけれども、実は子ども理解というのは内的なものも含めつつ外的なものもあったりするんですよね。なので一番基礎の基礎を持ってきました。ここからちょっとずつ子ども理解のレベルステップアップしていくんで楽しんで待っててくださいね。まずは子どもたちの名前全員漢字で書けますか、どうですか、ということでございます。じゃあ2問目いきますよ。学級の中の要支援の子どもが誰だか今即座に答えることができる。要支援っていうのはですね、例えば QU でいうと要支援群というところに位置づいている子ども、あるいは学校評価アンケートなんかで学校が楽しくないな、すごく今ちょっとしんどいなって思われてるような、ちょっとケアが必要だよなっていう子どもの名前が顔がパンパンパンと浮かぶかどうかっていうことですね。続いて3問目、子どもの新しい洋服にすぐに気づく。これね、気づく人は気づくかもしれません。4つ目、子どもと日記のやり取りをしている。日記じゃなくてもいいんですけれどもね、学校の中で一日の振り返りを書かせているなんていうのもいいかもしれません。続いて5つ目、子どもと雑談をしている。雑談をする機会が多い。さあどうでしょうか。さあここから後半戦ですよ。6つ目、子どもの間で今流行しているものが分かる。クラスの子どもたち今一体何が流行ってるんでしょうか。流行っていうのはどんどん変わっていきますからね、これ把握しているかどうかっていうところですね。7つ目、ここからちょっと難しくなってくるかもしれません。7つ目、子どもの放課後の動きを把握している。下校してはいさようならした後のフリーの時間ですよ。学校の中、体育館、あるいは外にも下校した後の動き、習い事してんのかとか、誰とどこでどういうふうに遊んでるのかっていうことですね。続いて8つ目、不適切な行いに対してきちんとリークがある。つまり誰々君誰々さんがこんなことをしてたよっていう教師では気づけないような情報を子どもがちゃんとリークしてきてくれるような雰囲気が学級の中にあるかどうかっていうことですね。9つ目、保護者の職種を理解している。お家の人がですね、お仕事してる人多いと思いますけれども、そのお仕事がどんな内容で何時から出勤で大体どんな仕事の内容をしていて、そして何時に一体家にいるのかどうなのかっていうところでですね、これどうでしょう、把握しているでしょうか。さあ最後10問目でございます。春行った引き継ぎの内容を今でもきちんと覚えているっていうことですね。さあどうでしょうか。今10個ね並べてみましたけれども、3点2点1点直感でねどんどんちょっとつけていってもらえたらいいと思うんですけれども、なぜこの10問をあえて取り上げたのかっていうその意図を今からちょっと説明させてください。まず1つ目の子どもの名前を全員漢字で書ける。これは児童生徒理解の一番基本中の基本ですよね。子どもの学籍に関する内容ですよ。子どもの名前とか誕生日とかいろいろあるじゃないですか。せめて名前ぐらいね、漢字どういう漢字が使われているのかっていう
いうのはパッと言えるように書けるようにしておかないととっさの時に困っちゃいますからね。僕なんかありましたよ。子供が行方不明になった時に外部の人から子供のちょっと名前書いてくださいって言われた時、漢字どうだったっけな、名前はもちろん分かんないけど漢字こういうことがあったりするんですよね。気をつけてください。2つ目、要支援の子供を答えられる。これは要支援、支援が必要な子供がいつでも頭に入ってるかどうかっていうところですね。特に給与やってる学校なんていうのは要支援群っていうのがダイレクトに出てくると思いますので、こういった子供の名前は常に把握して頭の中に入れ、どの授業でもどういう時間でもその子供のことを頭の中に入れて関わっていくっていうスタンスを取っておくことで、一層その子供への理解っていうものがね深まっていくと思います。3つ目、子供の新しい洋服にすぐに気づく。これはなんか全然意味のないことのように思えるかもしれませんけれども、子供の外見に気づくっていうのはすごく大事なことで、これ要するにノンバーバルな情報ってことですね。非言語情報ってやつです。子供っていうのはうまく言葉で物事情報を伝えることができません。じゃあ何でこっちは理解するのかっていうと、言葉以外ですね。例えば表情であるとか外見であるとか、その最たるものが僕が実際出会った子供ですけれども、リストカットね。リストカットの子供とかきちんと外見に目を配っていないと気づくことができないわけですよ。そして4つ目の子供と日記のやり取り。学校で毎日子どもたちと一緒にお話をする時間っていうのは取れるようで取れないじゃないですか。そこで活用したいのは子どもたちが書いてくれたそんな長い文章ではある必要はないんだけれども、日記や振り返りなどの文章ですね。そこで子どもたちの思いが吐露される瞬間があったりして、結構子ども理解が深まったりするんですよね。そして5つ目、子どもとの雑談ですね。教師っていうのはですね、いっぱいやらなきゃいけないお仕事タスクがありますから、ついつい子どもとのやり取りが仕事業務上のやり取りで終始してしまうことがあるんですよね。あれ出しましたか、早く提出しなさい、ちゃんとあれしなさいよ、おはようって挨拶しなさいよ、さあさあさあもう時間ですよ。これ実は子どもとのコミュニケーションに見えて、コミュニケーションというよりは業務上の説明や指示である場合がほとんどなんですよ。確かに授業は円滑に進むかもしれませんけれども、子どもとの関係構築が円滑に進んでいくかって言われたらそうじゃないんですよね。そして6つ目の子どもの間で今流行しているものが分かるかどうかっていうのは、これ結局授業中とかにそういうお話が出てこないじゃないですか。子どもの流行に敏感でよく分かっている先生っていうのは子どもたちのことをよく理解深まっている先生が多い傾向がある気がしますね。そして7つ目、子どもの放課後の動きを把握している。放課後なんて別にもう仕事の時間過ぎてるんだから知っておく必要ないんじゃないのっていうふうに思われるかもしれません。実際僕自身はそういうふうに思ってましたし、放課後の動きを把握しておく必要はないですよね。業務上必要はないと思うんですけれども、案外子どもたちが揉めるのってこの放課後だったりするんですよね。でその放課後揉めたまま翌朝学校登校してきて、で結局その喧嘩の仲裁こっちがしなきゃいけないみたいなことも時折ねあったりするんです。その時に誰が大体いつどんな動きをしてるのか、そのまままっすぐ帰るのか、帰った後に大体その誰々さんの家にみんなでたむろしてんのか、あるいは近所の公園で何かやってんのか、毎日毎日もう塾にぎゅうぎゅう詰めで行ってんのかっていうのを大体把握している先生と全く把握していない先生とではやっぱり子どもへの見方っていうのも若干変わってきたりしますよね。そして8つ目、不適切な行いに対してリークがある。所詮ですよ。所詮教師一人のこの2つの目では子どもたちの全ての情報を収集することなんて不可能なんですよ。じゃあどうするのかって言ったら30の目を使えばいいじゃないですか。子どもたちが30人いたら60個の目があるわけですよ。その60個の目、いいことも良くないことも全部ちゃんと教師に情報が収集されてきて、今学級ってこういう状況なんだな、教室の中でも教室から一歩出た外でもこういうことが大体起きてるんだなっていうのがきちんと情報を共有できるような雰囲気が整っていればですね、教師の情報収集能力が足りていなくっても情報は集まってくるようになってるんですね。そして9つ目、保護者の職種。保護者の話なんて子ども理解に関係ないじゃないですかっていうふうにね思われるかもしれませんけれども、子ども理解の中には実は家庭環境も含まれてるんですね。その家庭の環境ってよくわからないし、ちょっと聞きづらいところあるじゃないですか。でも最初の家庭訪問とか例えば個人懇談会の時に別に全然失礼な話ではないので、どんなお仕事されてるんですか、いつも何時に出て何時ぐらいに帰って来られるんですかっていうのを全然聞いていいと思いますし、知っておいた方がいいと思います。電話1本入れる時にもまだ仕事中だなとか、もう仕事終わってんなとかっていうのが分かったりするじゃないですか。それで子どもの家庭での生活リズムっていうのも想像ができてきたりするので、この家庭保護者の職種がなんとなく分かってるかどうかっていうのをこれで結構ね大事にされるといいかもしれません。そして最後の10個目、春の引き継ぎの内容、これですね。
この引き継ぎっていうのは前年度までの先生方がすごく大事にしていて、これは明文化して残しておいた方がいいぞという、そういったポイントなわけですよね。ところが4月引き継いだ状況の時って子どもたちの顔が分かんないじゃないですか。想像ができないじゃない、知らないじゃないですか。だからぶっちゃけあの時の引き継ぎ事故って一応話は聞いてるんだけれども、右の耳から左の耳へってなっちゃってる、そういう状況って結構意外にあったりするんですよね。なので重要な情報の引き継ぎ事項っていうものは定期的に見直していくといいかもしれません。そうするとあの先生こういうことだから言ってたんだなっていうのが分かると思いますし、今ちょうど1年間の半分が終わった時期なので、もう一回ね見直しておくといいんじゃないのかななんていうふうに思ったりしています。ということでこの10個の質問を僕の独断で選ばせていただいたんですけれども、さあ皆さんどんな結果だったでしょうか。ちょっと皆さんだけにねやっていただくのはちょっとねフェアじゃないかなっていうふうに思いましたんで、僕自身もちょっと自己採点してみました。こんな感じでございます。6つ目、子供の間で今流行しているものがあるから、これね僕ねめちゃくちゃ苦手なんです。本当ねこのチェックリストを作っといてあれなんですけれども、ぶっちゃけですよ、興味ないんですよまず自分自身が今世の中で何が流行ってるのかどうかっていうところにあんまり興味がないんですね。自分が好きなものは好きでいいじゃん、他の人は他の人の好きでいいじゃん。他の人が好きだからって別にそれ無理して自分がやる必要も知る必要もないし、別にそれぞれでいいじゃんっていう、多分そういったドライな感じが根底にあるので、子供が今ね何してんのか流行ってるのか、さっきこれ大事ですよって言いましたけれども、ごめんなさい、僕ね全く分かんない教師でしたね。子供の放課後の動きは把握してなかったですね。これもですねもう、学校の仕事終わってですね、その後のフリーの時間なんだから、これもねこんなことね YouTube であんまり言うべきじゃないかもしれないけれども、好きにしてよ。もう誰がどこに遊んでようと塾行ってようと、もうそれぞれの家庭でも好きにやっちゃってくださいよ。その代わり俺が勤務時間後に何をしてようと詮索しないでくださいよっていうような、ここもちょっとねドライな感じが実は僕ねありました。ウェットじゃないですね、ドライなんですね、この辺はね。ただそれでね全然いいとは思うんだけれども、そうじゃない先生っていうのは校内に1人2人いませんか。あの先生に聞けば大体子どものこと何でもわかるよね。自分のクラスだけじゃなくって他学級あるいは他学年の子ども、放課後一体どこで大体何をしてるのかっていうところまで詳しく知ってる先生ってなんかわかんないけど学校に1人か2人いませんか。そういう先生を見るたびに羨ましいな、ああいう風になりたいな、いやでもやっぱ自分はそこまでなる必要はないかななんていう風に思ったりしてましたけれども、でも分からないよりは分かった方がいいんで、一応チェックリストには入れましたけれども、ごめんなさい、僕全然子どもたちの放課後の動きとか把握していませんでした。参考になるところはあったでしょうか。最後まとめていきたいと思いますけれども、学校の先生のお仕事っていうのは僕3段階あると思ってて、まず1つ目はすべきお仕事の内容があると思うんですね。授業とか公務文書あるじゃないですか。ところがそれを子どもたちに行っていくので、子どもの実態を知るっていう必要があると思うんですよね。で子どもの実態を受けて、じゃあどういうふうに指導をしていこうか、どういう支援をしていこうかっていう、簡単に分けたらこの3段階だと思うんですよ。で1つ目のやるべき仕事、ここはもう動かすことはできないわけですよ。ところがこの下から動かすことができるんですよね。子どもたちの実態をよく知るか知らないかどうか、ここの違いがより精度の高い指導あるいは支援に関わってくると思うんです。なのでもっといい指導、もっと支援をしたいっていうふうに思うんだったら、まずは子どもたちのことを一つずつ知ろうとすること、ここすごく大事なんじゃないのかなっていうふうに思ったりしています。はい、今日はですね、担任の子ども理解のチェックリスト全10問、こんなテーマでお話をさせていただきました。今日の動画が面白かったよ、児童生徒理解に対して少し役に立ったよっていうところがあればですね、よければいいね、コメントしていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級系生徒指導に関する動画1日1本配信しておりますので、ぜひお見逃しのないようにチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。そしてもし皆さんと同じ職場で働いておられる大切な同僚の先生がおられたら、よければこの動画シェアしていただけると、その先生の子ども理解に何かお役立てできるかもしれませんので、よければシェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら通知表セミナーでございます。11月に行います。あと1ヶ月ぐらいあるんですけれども、この通知表作り、成績付け、いわゆる評価ってやつですね。この評価っていうものは子ども理解の最たるものじゃないですか。子ども理解を間違えてしまうと評価間違えてしまうんですよね。で間違った成績つけて、間違った通知表を作って、間違った通知表を配布して、で
クレームが来る、あるいは保護者と子どもとの関係が破綻していくっていうことになるわけなんですよ。最初のボタンの掛け違いはちょっとだったと思うんですよね。この正しい評価、正しい児童生徒理解をどういうふうに行っていくといいのかなっていうところ、理論的にきちんと学んでいきましょう。講師は京都大学大学院で学習評価に関して研究をされていた三好先生でございます。あと少しで早割の期間も終わってしまいますので、勇気を出して一歩踏み出してチケットをご購入してみてください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。